します。皆さんよく大江先生のことはご存知だと思うんですけれども、恒例ですのでご紹介させていただきます。で今日はですね、大江先生から言命いただいてまして、笑いを取れというふうに言われてますので、ちょっと楽しい感じの司会をさせていただこうと思います。でただ私としても迷いがありまして、准教授がこの喜んでたらどういうことに言えるのかと、皆さんがどう思うのかというのはちょっと悩むところなんですけども、でもせっかくの大江先生からの言命ですので、私としてもベストを尽くしたいというふうに思ってます。で大江先生の簡単なご紹介ですけれども、1959年に大阪にお生まれになりました。で1984年東京大学医学科卒業されて、1986年に博士課程に入学されました。でただですね、途中退学されて、助手に着任されているということになります。でその後、37歳という非常に若い若さでですね、教授に承認されまして、今に至ってさまざまな要職を務めていらっしゃるということになります。で2016年からは医療情報学会の学会長も務められてまして、いろんなもう本当に政府関連のお仕事、いろんなところで、また病院内、そして、東京大学に関してもいろんな役割を果たされていることはもう皆さんご存知だと思います。でそれからですね、大江先生は非常に医療情報学というところに関しても非常に専門性、造形深くいらっしゃるんですけども、それ以外にも昆虫とか、あと魚、釣りですね、あと天文に関しても非常に詳しくていらっしゃいます。で特にその大紫という非常にその日本の特徴で飼育がかなり難しいと言われているものを小学校の時にはわざわざその家の外の庭にですね網をかけてその木で丁寧に育てたというふうな経歴もお持ちです。なので私も非常に昆虫好きでいろんな虫をわーっと来ると手でパッとつかめるような私自身できるんです。大江先生はそれも口に入れると、そんなことはされませんけれども、かなり昆虫好きというところでございます。ではですね、せっかくの時間ですので情報と知識が紡ぐ医療を目指してということで、大江先生にいろんなお話を伺いたいと思います。では大江先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。人生に一度しかない最終講義なので、割と緊張してますね。司会が上手なのでだいぶリラックスができましたけれど、今日は私の最終講義にですね、寒い中、こんなにたくさんお集まりいただきまして、またお顔ぶれ拝見いたしますと大変遠くから来てくださった方もいらっしゃって本当にありがとうございます。一般にこういう教授の最終講義というとですね、昔から何していたかとか、身の上話みたいな講義が多くてですね、大体それ聞かされる方は眠くなってしまうんですね。だからどうしようかなと随分悩んだんですけど、やっぱり慣例なのでちょっとだけそういうところを駆け足で話させていただいて、眠りに入る前に次の話題に切り替えたいなと思っていますけど、はい。ということで、こんなタイトルでお話をさせていただきます。私ですね、ちょっと待ってください。ポインターが、レーザーポインター。はい。1907、あれこれなんかフラフラします。ちょっと待ってくださいね。はい。IT の技術が不安定なのは、私が長年やってきた医療情報システムも同じでありまして、パソコンに映っててもこっち見てると真っ暗になったりするっていうのはちょっと警戒しないといけないですけど、私1978年に東大の医学部に入りまして、84年に卒業してしばらくちょっとだけ研修した後、89年からずっと教員生活を送って今になっておりますけれども、この時代はですね、当然医療情報っていうのはコンピューターに密接に関係していますけれども、この情報技術、まさに8ビットのマイコンと呼ばれるコンピューターが出始めて急速に進歩してインターネット、携帯電話、スマートフォン、タッチパネル PC で現在にのGPU の AI などのハードウェアに至っているという、こういう時代を駆け抜けたというとあんまり駆け抜けてないんですけど、それと一緒に過ごしてきたということになります。で当然こういうコンピューターを使って医療情報の発展というのもですね、
進んできたわけで、維持会計にコンピューターを入れる臨床検査、それからオーダーシステム、画像管理、それから電子カルテ、レセプトで、今医療情報プラットフォームという方向に行っているということで、この流れを少し左下の昔から話したいと思います。私大学1年理科三類に入って駒場にいた時にですね、真っ先に買ったコンピューターが当時初めて出て一世を風靡していたシャープのパーソナルコンピューター MZ80K という組み立て式パソコンなんですね。これ見える方は見えるかもしれませんが、畳の上に置いてあるのはこれ杉並の浜田山のアパートの1階の一部屋を借りてまして、畳の机がなかったもんですから畳の上で組み立てて、寝転がってプログラミングをしたりしていたという、これ中開けるとこんな風に見える、楽しいマイコンでした。でこのコンピューターをほとんどいじっていて、朝から晩までこのパソコンをいじってたんですけれども、本郷に進学して医学部3年生、M2 ですね、 M2 の時に、この東大の医学部は鉄門っていうんですけれども、鉄門にコンピューター医療研究会という学生サークルを立ち上げました。これ実はですね、1年下に重本君っていうのがいまして、もう若くして卒後すぐ亡くなられてしまって非常に残念な思いをしていますけれども、重本君が当時学生の時にしきりに私に電話してきてですね、大江君、大江さんコンピュータークラブ作ってくださいよと、私入りますからと言って毎日は大げさですけど、月に1回ぐらい電話かかってきてたんです。それで重い腰を上げて M2 の12月にこういう立ち上がりメンバーでクラブを作りました。で学生部に行きますと顧問の先生が必要だということで紹介していただいて、後に私の恩師教授になられる貝原茂琴先生、当時病院の情報処理部長の助教授という立場でしたけれども、貝原先生にお願いして顧問になっていただいてサークルを立ち上げました。で当時の情報処理部の隅っこの一角に小さなスペースをいただいて 5,6 人でワイワイ騒いでたらうるさいとかしょっちゅう怒られたんですけれども、大体遊んでたわけですね、ゲームを作って。でそうしますと、そんな社会の役に立たないものをやるより何か作れということでご指導いただきまして、医学統計処理のソフトウェアパッケージというのを作れと。で自分たちで統計を勉強して、指導してやるから、プログラムを作れと言われまして、一生懸命みんなで、こういうメンバーで作りました。大体このメンバーで作ったんですけれども、で中山書店さんがですね本にしてくれまして、日本で初めてこの学生の時にマイコンによる医療統計処理という本を出すことができました。でこの中に生存、当時ではですね極めてまだ知られていなかったカプランマイヤーという生存曲線解析とグラフを書くというプログラムが入っていたもので、これが実は大ヒットだったんですね。で、なぜか3月頃になると本が売れるわ、入力したソフトウェアが売れるわ。後になって知ったんですけど、3月になると、若干予算が余るもんですから、よしこれを買ってやろうということで、全国の医局が買ってくださいまして、300何十という数のソフトウェアが売れました。で当時このソフトウェアっていうのは、なかなか本にバンドルして販売するということが許されてないというか知られてなかったんですね。それで本の約3分の1以上は実はプログラムリストでした。でこれを皆さんが手で入力してプログラムを作るわけですが、だいたいこれだけのものを入力するとどっかに間違いがありますから動かないんですね。で、頑張って動くようにする方もいらっしゃるんですけれども動かない。でそこでこの中山書店が思案しまして、入力代行してあげるという言い訳のサービスをしてですね、10万円払うとフロッピーディスク2枚に入力済みのプログラムが配られるという、こういうサービスをしたところ、みんなこれに飛びついてくださったということで、随分このコンピュータークラブは潤ったということで、常に進化の早いコンピューターを買い続けることができました。この時代はですね、実はもうほぼ完全に一致する形で第二次 AI ブームでした。これは1976年にスタンフォード大学のショートリフ先生という大学院生がコンピューターベースメディカルコンサルテーションマイシンという敗血症、血液感染症に抗生物質の選択を支援する専門家知識支援システムというのを初めて世界で作ったんですね。
これが非常に驚かれまして、コンピューターに専門家の知識を記述して入れておけば、専門家並みのアドバイスができるシステムが作れるということで、これを人工知能と当時呼ぶようになりました。で、1983年、私が医学部の5年生、6年生の時ですかね、には、当時の通商産業省が第5世代コンピュータープロジェクトという巨額のプロジェクトを起こしまして、1990年代の終わりまでには、内科の医師レベルの考えるコンピューターを作り上げるということを豪語して、こういうプロジェクトを始めたわけですね。ご存知のようにそんなことはできなかったわけですけれども、私もこういう時代に医学部の生活を送りましたので、当然、こういう世界に入ってみたいなと思ったわけです。で、この時期は東京大学には複数の AI 開発チームというのがありまして、医療電子研究施設には有益相談システムを専門知識で作る古川先生のグループ、それから眼科には溝口先生、これは東京理科大学の先生だったと思いますが、東大の眼科の北澤先生とともに緑内障の診断支援システム、そして先ほどクラブの顧問をしてくださった貝原先生はいろんな問題を解ける汎用エキスパートシステムを作るということで、毎日というと大げさですけれども、しょっちゅう新聞に人工知能、医療人工知能の話が載るという時代でした。これまさに今起こっていることと同じことが当時、一時的にせよ起こっていたわけです。こういう世界を知った後、卒業しまして少し外科系の臨床をさせていただきましたけれども、やはりこういう世界に入ってみたいということで大学院に入りました。で、常にその時考えていたのは、一体診療って何なんだろうかと、医者は何をしてるんだろうかということですね。で、例えば初診で非常に簡単なことを考えますと、問診患者さんから情報収集して何か疾患を考える。で、もうちょっと絞り込むためにさらに話を聞く。または何か検査戦略をして情報をさらに追加する。結局患者さんから情報をどんどん効率的に手に入れて、推論をして診断を絞り込む。そして、ある程度角度の高い診断だと思ったら、それに対して治療計画を立てて実際の治療をすると。その背景には様々な医学の体系的な知識、教科書で習った知識、論文で読んだ知識、それから自分で経験して、こういう時にはこっちの検査を先した方がいいというような戦略的な知識、そして画像を見た時にパッとおかしいと思う、あるいは患者さんの顔を見た時にあれ、顔色おかしいぞと思う、そういうパターン認識、こういうスキルと知識を持って情報処理をしているということで、実は外科であろうが何かであろうがほとんどこの赤い部分っていうのは情報処理なんですね。で、情報処理なんであればコンピューターがどんどん進歩すればかなりの部分はここはコンピューターに任せられるんじゃないかと、そんなふうにうぶな私は考えたわけです。つまり医師は一体何をしてるんだろうか、頭の中で。それをコンピューター内に知識モデルを作って、それを使って医学的な推論ができれば、その知識モデルそのものが医学知識の持ち方、使い方を表していることになるんじゃないかと。で、そうするとそれを使った全く新しい医療の仕方というものが将来できるんじゃないかと。そんなことを考えたわけです。で、さっきお話したように大変な AI ブームだったんですね。なので、当然将来は AI による医療が起こるだろうということで、当時こんなイメージを持ちました。問診ロボットが患者さんに話を聞いてくれて、患者さんも自分でおおよその病状を知ると。診断計画システムが一番安くて役に立ちそうな検査計画を先に立ててくれる。検査計画に基づいて検査を受ける。検査判断システムが結果を判断してくれる。で、診断システムがその結果と患者さんの問診情報から診断病名を考えてくれる。治療計画システムが最も費用が安くて効果的な治療計画を立ててくれる。つまり先ほどの絵の中で赤い枠の情報処理に相当する部分はみんな AI がやってくれるといいなと。で、じゃあ医者は何をするのかって、しっかりそれを説明して患者さんに分かってもらって、治療をする。例えば手術ですと当然、医師が手を動かしてする。いずれロボットになるかもしれませんけど、まだまだそういうことが必要ですし、当然介入も必要ですし、最後の部分はまさに医師が行う、人が行う部分であろうと。こんなイメージを持ったわけです。
で、大学院博士課程では、それをもう少し分析的に書きますと、知識駆動型の AI 診療を実現するためのシステムを作りたいと。で、そのために、最初から完全な医師レベルのものはできないでしょうから、もう少し医学生や研修医相手に、まず知識を構造的に内部に持っていて提示するという、せめてそれぐらいできないだろうかと。それから、実際に診療するときには患者さんの情報がいりますから、患者さんの情報を整理してコンピューターの中に持たせたいという、こんなことをやりたいなと欲張っておりました。で、大学院の間は、実際には限られた時間の中でやれたことは先ほどの中の一部でして、この脳神経という領域、これは顔面神経の例を取り上げてますけれども、いくつかの脳神経の解剖学的な走行経路、神経がどこを通ってどういう神経に分かれていって、最終的にどんな効果器、筋肉だとか内分泌腺に分布しているかと、そういったことを、多くの、医学生はこういうアトラス、図を見て、頭の中に解剖学的なイメージを何らかの形で持つわけですけれども、それを計算機の中にシンボリック、言葉といいますか、言語で記述するということを試みました。当時そういうことが得意なプロローグ言語というコンピューター言語がありましたので、それを使ってこの神経の走行経路、どこの効果器に行くか、それからどんな症状が出るかということを、しらみつぶしに書くみたいな、そういうことを行いました。で、その処理系を、当時の非力な、マッキントッシュで、動かすということで、症状を入力すると、この逆方向にたどって、神経の走行をたどって、どこに病変があるかを推論するというような、こんなシステムを作って、これが最終的に学位論文になったわけですけれども、こんなことをして楽しんでいたわけです。で、とにかく知識を記述して人に伝えたい、可視化したいということにすごく興味を持っていた時期でして、医学知識を学習するコンピューターエイディッドインストラクション CAI システムというのを作りました。で、これ間にいろいろな企業の方が介在してくださったんですけれども、最終的にはここにありますように、大田先生、森渉先生、高久文丸先生ほか、当時の各領域の大変有名な大御所の先生方がご協力くださいまして、大変喜んで、あそここうしたらいい、ああしたらいいとアドバイスをくださいまして、私とそれから現在、国際医療福祉大学の方にいらっしゃる吉岡先生、放射線出身の先生、まだ学生でしたが、と一緒にこういうシステムを作りました。この資料を作っていて驚いたんですけど、ここに回答解説監修で、現在厚生労働省の、にいらっしゃる迫井正美先生が、回答解説監修というのをしてくださってたんですね。こんなシステムを作りまして、こういう経験をして何を思ったかというと、こういう大御所の先生方ですね、は、こういう新しいメディアを使うことにすごく抵抗を感じられるんではないかということですごく私は遠慮してたんですけれども、むしろそうではなくて非常に積極的で、いや、こういうのをどんどんやる時代になるよと。だからどんどん面白いから、やってみようということで、ご協力くださったことを非常によく覚えています。で、ほぼ同時にもう一つは、この、さっき解剖学の話をいたしましたように、解剖学の知識も書きたいということを話したら、養老先生が耳に留めてくださいまして、養老先生監修で、養老先生骨が好きなんですね。お会いするといつも骨を撫でておられまして、それでこの骨を全部アトラスにせよという話で、いろんなとこから写真を撮ったり図を作ったりして、これも Mac でプログラムを作っていろんな方向から骨が検索できる階層的な知識構造での管理のアトラスというのを作って出版することができました。で、そういうのをしているとですね、挙句の果ては内科の教科書を網羅的に全部電子的に知識を持ちたいというふうになりまして、そうしますとすでに書かれているテキストを構造化するのでは非常に手間がかかる。もう最初から電子化して構造化することを前提に教科書を作っていただく方が手っ取り早いということを申し上げたところ、小田先生、森渉先生
大御所の先生方が編集幹事を組織してくださいまして、十数名、全体としては50名ぐらいの内科の先生方がこちらがお願いした構造にテンプレートに従って内科の疾患の知識を書き直すということをしてくださいました。それをもとにハイパー臨床内科という電子教科書を中山書店から出したわけです。これら3つの CAI システムはいずれもほとんど売れなかったんですね。どうしてかというと、みんなこのコンパクトディスク CD にデータが入っているんですけれども、実は当時 CD を内蔵しているパソコンなんてなかったんですね。ごく一部しかなかった。三洋電機がちょっと売ってたぐらいで。あとはみんな外付けでして CD ドライブ1台が19万ぐらいするんですね。なので誰も19万ぐらいの CD ドライブをパソコンにさらに追加して買った上でこの電子教科書をまた数万円で買うなんていう人はなかなかいなくて、全国の図書館に数十は入りましたけれども、個人のユーザーというのはなかなか増えてくれないまま、これをやった会社は経営が苦しくなってしまったと。これ中山書店ではないですよ。そういうデータの間をやってくださったところはそういうことがありますが、大変残念には思っておりますけれど、その後ウェブ版というのを作りまして、今日も来ていらっしゃる美代先生がこれに関わってくださってウェブ版というのができて随分使いやすくなりました。このウェブ版は長く東大病院のシステムにも載ってまして、東大病院の院内のホームページから自由に院内の先生方がアクセスできる形で提供することができました。こんなふうに医学知識をとにかくコンピューターの中に書いて、多目的に扱えるようにするということに非常に関心を持ったわけですが、専門知識をコンピューターの中に書いてそれを正しく常に正しい水準で、これ人工知能の問題としてはですね、今お話ししたように結局ありとあらゆる知識を書かないといけないと。でそれでも限りなく教えないといけないと。でもやっぱり書いてない持ってない知識は使えない、当たり前なんですけれども、それからもう一つはですね、人が考える、医師が考えてる時に使う知識って結局医学知識だけではないんですね。当たり前のことなんですが、普通の常識を大量に使っています。でこれをコンピューターの中に書き尽くすなんてできないということで、この第二次 AI ブームっていうのはされていったというふうに思います。それからもう一つは医学の世界だと、例えば解剖学、内科学、手術方法、データの種類もテキスト、画像、音声、波形といろいろあるわけですが、これそれぞれごとに記述モデルが異なる、つまりコンピューターの中での書き方を変えないといけない。でそうするとそれに合わせてそれを使うプログラム、推論システムを作らないといけないということで、どんな領域のどんなデータ知識であっても一つの仕組みで動かすということがなかなかできないと。できるはずなんですけどうまくいかない。こういったことが大きなハードルになりました。でしかもたった一つのことしかできないシステムが多かったんですね。抗生物質の選択しか支援してくれない、緑内障しか診断してくれない。これではですね、例えば内科の診察室だと何十何百というシステムを入れとかないといけないわけですね。だいたいおおよそ診断がついてからそのシステムを立ち上げて使うということになってしまいますから、これでは使い物にならないということも分かりました。それからそもそもそのシステム立ち上げるとですね、患者は男ですか女ですか、何歳ですか、最近の肝機能はどうですか、白血球数はいくらですか、これまた一個一個質問してくるわけですね。これをいちいちプチプチとキーボードから入力してたんでは日が暮れてしまうということで、もともとこういうシステムをやっぱ普及させるには、実用化するには患者さんの個々の状態が基本的にやっぱもうデジタル化されていて、システムが必要とした時点で必要とするあらゆる患者データと知識が自由にシステム側からアクセスできるようにしない限り実際には使えるシステムにならないと。論文にはなるんですね。こういうシステムを作ったらこうやってデータ入れれば研修医と同じぐらいの性能が出ました。論文は書けるんですが使い物になるシステムなんか作れないということを痛感したわけです。そこでまず AI システム以前にあらゆる種類の診療データを電子的に管理できるようにしようという方向にどうしてもシフトせざるを得なくなりました。幸い大学院で半年1年近く佐渡島の病院で院長、これ当時の病院長なんですけど、病院長と
2人で診療していた経験がありまして、そこのデジタル化をなんとかやってみようということをしていました。新潟市の臨床検査センターから佐渡の病院まで毎日検査結果報告書が届くんですけれども、それと同じ時に8インチフロッピーディスクで検査結果を届けてもらって、それを医事課の職員にお願いして取り込むようにして、診察室でこういうふうにグラフが出たり、処方内容が出たり、時系列の検査数値が出たりするシステムというのを作って、評価をしていただいたりしておりましたので、こういった経験と知見を生かして、大学院修了後、助手に採用された後にですね、東大病院のシステムをなんとかこういう形で電子化していきたいというふうに思いました。ところが私が大学に入るより前にですね、貝原先生は東大病院をなんとか情報化しようというので大変苦労されていたということをその時知りました。コンピュータ合理化粉砕実行委員会というのがあったそうで、1973年頃から約6年間ぐらい、ものすごい活動をしてコンピューターをぶっ潰す運動というのが行われていたようで、ここには第60回コンピューター断行に結集せよと、医療情報システムセンター構想を許さないぞというような、こういったことが書かれておりまして、第60回というのはどういうことかというとですね、月に1回開いてたんですね。つまりだから5年間ぶっ通しで毎月1回きっちり開いていて、その度に貝原先生は企画室長として、これに対峙して、あの手この手でのらりくらりと言ったとそういうふうに書いてあるんですけれども、そういう形で、この情報化というのを進めておられたようです。そういうふうに当時は、ここに国民総背番号制反対って書いてあるんですけれども、いわゆる今でいうあれですね、マイナンバー、そういうものをつけて医療データを管理することは絶対許さんと。情報システムを入れて合理化をするのは絶対けしからんと。そういう時代でありましたから、私が教員になってからも、これ東大病院に本格的な情報システムを入れるというのは、かなり大変な思いをするんではないかというふうに感じました。で、幸い1994年7月に現在の外来棟を建てようという新しいプロジェクトが始まりまして、大体こういうのは建物が新しく建つときにシステムを全部入れ替えると、あるいは作るというのが一つの大きなチャンスというふうに言われていまして、これが大きなきっかけだろうということで、何年も前から準備を一緒にさせていただきました。で、この頃はですね、将来のことを考えるとやはり多職種で情報が処理できる環境を作る、それから24時間ノンストップでコンピューターを動かす、それからいつでもどこでも医療情報が利用できるようにしたい、そんな夢を持って新しいシステムの設計に取り組みました。ところが信じられないかもしれませんけれども、この時期90年代というのはまだインターネットがほとんどない時代でして、ネットワーク通信すらほとんどなされていない時代です。93年に Windows 3.1 というのが出たんですけれども、これをネットワークにつなぐとですね、メモリーが足らなくて遅くてすぐに止まってしまって使い物にならないという、そんな時代でありましたけれども、外国ではこのワールドワイドウェブ、今でいうウェブですね、これがようやく少しずつ日の目を見始めた時期で、なんとかこの技術をこのチャンスに入れたいと。で、そうすれば将来的には電子カルテができるときにネットワーク型になると。そうすればそういうところでいろんなデータのリアルタイムの利用ができるようになるだろうと。そんなことを皆さんと考えて、ようやく作り上げたのがこの日本初の IP ネットワーク、インターネットプロトコールを使って Windows を使わないウィンドウとマウスのグラフィカルユーザーインターフェースを採用したユニックスベースのオーダーシステムというのを作りました。ごちゃごちゃいっぱい画面が貼ってありますけれども、ここが左下がリハーサルですね。7月に15日間外来を診療をストップして、その間にシステムを入れて外来等を整備して動かすということで、幸いなんとか動きましたので、少し新聞でも取り上げていただきました。7月の頭のいよいよあと2週間で動かさないといけないという時に私は何をしていたかというと、ここのボタンのアイコンをですね、なるべくきれいに見せたいということでちまちま絵を描いていたのと、ここにですね、これのなるべく
普通のルーズリーフのノートに見えるようにということで、この丸をいかにきれいに並べるかということで苦心していたらですね、一緒に開発してた富士通の SE さんにすごい怒られたんですね。SE の部長さんにです。大江先生、そんなことやってる暇があったらバグ取りしてくださいよというように怒られたのが懐かしい思い出でありますけれども、このシステムはもう一つ新しいことがありました。今でいう DX だと思うんですけれども、外来患者さんを呼び出すためのポケットベルシステムというのをセイコーインストゥルメント会社に作っていただきまして、初めてこういう受付機で外来診療端末からクリックをして操作すると、この呼び出し機が鳴るということで患者さんをお呼びするという、そういうシステムを動かすことができました。これはもうダミーの先生とダミーの患者さんの風景ですけど、こんな感じですね。これ当時確か大学院生だったかな、菱木先生、今日何十年ぶりに来てくださっていて、さっきお会いして感激しましたけれども、たまたまこの写真を採用いたしました。それからもう一つはですね、こういうシステムを使っている最中にリアルタイムで診療時に意思決定に介入するという新しいスタイルを実現したということも大きなことかと思います。これは肝障害のある患者さんにこれこれの投与は添付文書で禁止されているにもかかわらず、肝機能が上限を超えてますよという警告をリアルタイムで出すというような仕組みを作ったり、病院の方針により処方は原則院外処方にしてくださいと。どうしても嫌なら突破してくださいみたいな、こういうウィンドウを出したりする。こういうのはこれまであまり医師の診療スタイルにコンピューターが介入するっていうことはなかったんですけれども、これからはこういうことを情報を使って意思決定に介入するのが新しい考え方ではないかということで、皆さん当時の先生方も納得してくださって、こういったことができるようになってきました。こういう医療情報システムを作ってきたわけですが、その先にはもうおそらく電子カルテシステムや遠隔医療があるだろうということは見えてきた時代です。で、医療情報をやっている私としては、一体このシステムをそういうふうに作っていくのはいいんだけれども、そういうのを作ることによって一体何を目指してるんだろうかというのが悩みになってきました。何をしますか？いや、電子カルテシステムを入れるんです。いや、そうじゃないだろう。電子カルテシステムを入れて一体医療の何をどうしたいんだろうということを自問自答するようになりました。で、考えてみると、電子カルテのデータベース、電子カルテって何だろう？医療の専門家が実際に多くのいろんなケースの患者さんに直面して、それぞれにおいて、専門家として最適だと考えた医療行為をしているわけですね。診断をし、治療をする。で、それに対して患者さんが何らかのレスポンスを返して検査結果が変わる。いろんなアウトカムが出てくる。つまりプロセスとアウトカム。この全てのデータが蓄積される膨大な電子的蓄積だということであれば、これは道具ではなくて、このデータ自体を知識、集積値として使わなければいけない。それがやっぱり目標なんじゃないかというふうに整理したわけです。つまり、医療から生成される、医療を行うことによって生成される情報を取得して再編成して、より良い医療を実現するための根拠、エビデンスや知識を生成する。で、それを実際に医療に適用評価してもらって、さらにそこから出てくる新しい出力を得ると。このサイクルを持続的に回るような医療システムを作ること自体が医療情報学あるいは医療情報システム学なんではないか。そんなふうに割り切ることにしました。で、そう割り切ってしまうと、電子カルテ入れるっていうのはそれほど自分の心の中で抵抗がないということで、2006年には病棟に電子カルテ準備委員会を設置しました。実際には開発には非常に手間取りまして、いろんな計画が3年遅れましたけれども、2009年に順次電子カルテ化を入れることができました。これに非常に私のイメージの中で大きな影響を与えたのは2005年頃に見学したパリの病院ですね。驚いたんですね。この病院何にもないんですよね。ワゴンの上にノートパソコンが置いてあって、イケメンの先生が足組んで座ってるという、こんなスタイルの病棟ってかっこいいなと。東大病院もそうならなかったんですけど、でもワゴン端末というのはこういうのからヒントを得たりしました。これは同じ年のソウル大学の分断病院の外科外来で、救急外来ですね。
これもフラットディスプレイの大きなのが2台置いてあってかっこいいなって、こういう機能デスク作りたいなという、こんなイメージを持ちながら電子カルテを実現したいと思って、段階的にこれは非常に時間がかかりましたけれども、病棟ついで外来に入れてきました。これは長く使っていただけたシステムではないかなと思っていますけれども、こういうシステムはですね、今お見せしたようなシステム以外に周辺に部門系のシステムがたくさんぶら下がって全体として巨大な肥大化複雑化した医療情報システムとして構築されてきます。で、あれもこれもとどんどん増やしていきますから、複雑化していくわけですね。で、これ2015年頃ですけれども、こういうふうになってきますと、実はその外来それから電子カルテを作ってきたシステムというのは、かなり私自身も含めそれ当時に関わったエンジニアのグループに対して属人化されたシステムにどんどんなっていきます。で、属人化された複雑なシステムっていうのはメンテナンスがどんどん複雑化していきますし、人が変えられなくなりますし、危ないわけですね。やっぱりどっかでこの属人性を排除しないといけないという時期が来ます。で、一通り動くようになって方向性が見えた時点で、やはり残念ですけれども、企業のベンダーの商品パッケージにどっかで移行しないといけないというふうに思いました。で、2015年に私が定年退職でこうして辞めることが分かっているわけですから、5、6年前には変えておかないといけないということで、2017年度にもう完全にシステムを入れ替えるということをして、属人システムから完全なパッケージシステムに移行を図りました。これやっぱり長く属人的なシステムに依存しているとですね、なかなかデータの移行が難しかったりすることで非常に大きなトラブルを起こしてしまいまして、皆様に本当に大変なご迷惑をおかけをしました。その前にも、これはもう偶発的でしょうがなかったんですけれども、1000台以上にウイルス感染するというような事態もあったりもしまして、こういうふうなシステム運営管理をしていると、こういったことが起こってしまうというのもある程度やむを得ないことでありますけれども、反省すべきところもたくさんありました。特にこの右側のシステム移行でのトラブルにおいてはですね、今日来てくださっている南学先生がですね、当時システム担当副委員長というお気の毒な役割を担当してくださっていたおかげでも、私としてはもう言葉言い尽くせないほどメンタル的にも実質的にもあれですね、お世話をいただきまして本当に感謝申し上げておりますし、病院中の多くの方々が大変お怒りになりながらも何とかしようということで手伝ってくださったおかげで、2週間ないし1ヶ月ぐらいで急速にいろんなトラブルが収束していったということは、今となってはいい思い出ですけれども、やっぱりこういう大きなトラブルのケースレポートっていうのはもっともっと集積して、こういう世界で共有していかないといけないと思うんですね。臨床の世界でもうまくいった例っていうのは割と症例報告になるんですけれども、いくらやってもうまくいかなかった症例報告ってあんまりないんではないかと思います。で、実は医療情報学会でもそういうレポートあんまりなくてですね、あれ作って動いたぞ、よかったぞというのは論文になってるんですけれども、移行の時に最後は動いたけれどこんな大変な思いしたというのはレポートがないんですけれども、こういったレポートはやっぱりもっと増やしていくことが実はこの知識共有そのものではないかというふうなことも感じました。さて、こうして電子化された医療情報、さっきお話したようにこれが終点ではなくて、ここから知を創出しないといけないわけですね。知を創出するには何をすればいいかというと、やはりいろんなことありますけれども、質の高いデータを収集して使える体制というものを整備しないといけないと。で、データの質を上げるには何をすればいいのか、いろんなことが課題としてあるわけですけれども、その中で最も重要なことは何かというと、やはりその情報が表しているコンセプトをきちんと計算機で処理できる形にしておくということだろうと。そうすると医療の場合最も重要なのは他にもありますけれども、少なくとも患者の診断名はきちんと処理できる形で記述できるようにしたいということから、まず病名情報を全国標準コードで登録できるようなインフラを整備しようというふうに思いました。
幸い90年代のうちに、千葉大の里村教授、それから先ほどの東大の貝原教授らが、それぞれ、こういう病名集と、で、それにコードを振ると。それから ICD-10 コードを振っておくというような、そういうことを、されていて、リソースはあったわけですね。でそこでこの2つのリソースを統合した、国内標準を作ろうということで、関係の方々に、お集まりいただきまして、約2年の歳月をかけて、これを統合化して、日本の標準病名マスターのコード集としてリリースをすることができました。幸い、それをですね、診療報酬請求の、いわゆるレセプトの病名コードとするという通知を出してくださりましたので、これをきっかけに日本中の電子カルテの病名コードというのは、この標準病名マスターのコードを採用するという形で、一気にインフラとして整備されるということができました。現在でもこの ICD-10 対応病名マスターとレセプトの病名マスターというのは中身はほぼ一緒で、両者からそれぞれリリースがされています。で、こういったものを作りっぱなしではダメで、常に維持、メンテナンスをし続けないといけないというのはちょっと大変なところでして、もう23年間ですが、月1回会議を開いて、年に2回アップデート版を出しています。それからこういったデータベースというのはいろんな方法で使えるようにしないといけないので、簡単に使えるソフトウェア病名君というのを作ったんですね。そしたら大江先生はソフト作るといつも最後に君をつけますねと。なんでですかというようなことを言われるので、じゃあ、iPhone 版と Android 版は3にしましたと言って、病名3というのもリリースしていまして、結構これはですね、生命保険会社の方々が、スマホで使ってくださってまして、アップデートをちょっと遅れたりするとすぐに問い合わせが来たりするので、随分使っていただいております。アイコンが可愛いのもその理由かもしれませんけど。でこういったことをすることで、いろんな標準化活動はやっぱ大事だなというふうに思いまして、一種のライフワークになってしまいました。SS ミックスと標準化ストレージという医療機関のデータをある程度標準化して格納すると。これはもともとは浜松医科大学の木村道夫先生らが静岡鍵盤電子カルテプロジェクトというのでお作りになったんですけれども、それを普及するためのいろいろな改修をしたりして多くのプロジェクトで使っていくということをしましたし、検診保健指導における電子的な様式というのも永井先生の研究班で作らさせていただきました。最近では次世代標準 FHIR の骨格部分の策定というのをチームを作りましてやらせていただいてますし、これらの標準を厚生労働省標準という国の標準にするための協議会の設立を2002年に行いまして、これを今でももう次の方に引き継いでいただいてますが、標準化活動の大きななんていうんですか拠点として活動をいただいております。で、この中でも特にこの医療機関の SS-MIX2 という標準化データは非常に多目的に使えますので、これを使ってまさに臨床的なエビデンスを生み出すためのインフラを整備しようということで MacDoctors という名前、この読みは自治医科大学の高郎先生がネーミングしてくださったんですけれども、この MacDoctors というシステムで多目的ないろんな学会が使える臨床データベースのフレームワークというものを提供し始めました。幸いいろいろ使ってくださるところが多くてですね、糖尿病のデータベースプロジェクト、腎臓病、それからの日本脳卒中データバンクほかいくつかの大規模な国内のデータベース事業がこれを採用してくださっています。私の夢としてはそれぞれのデータが同じ仕組みでフレームワークで集まってますので、横串を刺して連結することができれば、救急医療患者で糖尿病の患者で腎臓病を発症しているというような患者さんの解析なんていうのはできるんだろうと思うんですけれども、まだこのデータベースを全部横というか縦ですね、縦に今並んでますから縦串を刺すことは共通の ID がないということでまだできてないんですけれども、いつかやりたいなと思っています。こうしたデータが蓄積されていきますと、これからの医療情報ネットワークと
いうのは、今日は医療のお話だけしましたけれども、当然、家庭でのセンサーからのデータも出てきますので、これらを統合した大規模なデータベースというのが、これからできるようになってくるだろうと思うわけです。で、そうしますと、これを使ってリアルタイムで医療をするっていうのが、スタイルになっていくだろう。つまり、これからの医療っていうのはある種、極論を言えば情報サービスになるという視点ができてくるだろうと思っています。で、一昨年から始まった内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの永井良三先生がリードされている統合型ヘルスケアシステムの構築のテーマ D1 では、こういう視点で院内のこれまでまだ統合ができていない情報も含めて新しい企画で統合化して外部システムに出せるようにしようというプロジェクトを始めていまして、今17病院で実現を目指しております。で、こういうデータが出てきますと、これまで医療者と患者との間の医療情報のやり取りっていうのは、どちらかというと一部であったわけです。患者さんが情報が欲しいなと思うと、情報をくださいとお願いしたら出てくるというような形だったわけです。けれども、これからは、AI とも書きましたけれども、こういう新しい情報環境、データ環境では、両者が情報を共有していくと。で、そういう中で医療サービスが実現していくという形に移っていくだろうと思うわけです。で、これを邪魔しているのは何かというと、実は医師法ではないかと思っていまして、5年経ったら捨てていいということと、管理者が医療機関でないといけないという、古い考え方が未だに残っていますので、これをなんとか、変えていくということが、これからの医療の情報の持ち方の変革につながるんではないかというふうに思っているわけです。そういうことを考えまして、なかなかすぐに法律は変えられないんですけれども、新しい健康情報、医療情報の共同管理の仕組みをみんなで考えましょうということで、NEXARS という名前のコンソーシアムを立ち上げ、22年には法人化をして、今日チラシをお配りさせていただいておりますので、そういったところでの活動を約80社と一緒にやっております。で、これからこれを実現していく3つの課題としては、やはり国民自らが生涯で自分のデータ管理ができる、そういうデジタル化と標準化の推進をしていくということ。それから、自分の情報を自分の一つながりのものとしてやっぱ見られるような仕組みというのを制度としても作っていくということ。それからそれを活用した臨床研究、エビデンスを生成する仕組み、それからそれができる人を育てるということも大事なのではないかというふうに思っているわけで、必ずしも直結しているわけではないですけれども、私が関わったものとして、東京大学では高度医療経営人材養成プログラムをこの先生方が中心になってしてくださってきましたし、それから現在このリアルワールドデータ活用人材育成講座、これもこれらの先生方のご協力で、新しい人材を育てるということができつつあります。少し時間が厳しくなってきましたけれども、若い学生さん、若い研究者の方々に勝手なメッセージを読み上げませんが、やっぱり夢を持ちましょうと。敏感にいろんな動きをキャッチしましょう。10年後に大事なことを今考えましょう。から理想だけ言わないでやっぱり現実路線を意識しましょう。それからやっぱりいろんなことを同時にやっていかないとなかなか実現できないと。それからこれは私の恩師貝原先生がいつも私に言ったことですけど、しつこくいつまでも同じことをやれということを大事に私もしています。それから僭越ながら今日お話したようにやっぱり医療は患者さんと共に発展させるべきで、そうしますとやっぱり情報というものは患者さんと共になければいけないと思います。で、そのためには例えば病院が持っている外部とのチャンネル、病院運営審議会、それからパブリックリレーションセンター、健康と医学の博物館、こういった外とのチャンネルを最大限活かして、外の人の意見を聞くという、そういう道筋を常に、発展させていくことが大事ではないかと。そして私のように、ある種学際的、医療情報というのはすごく学際的な領域だと思うんですけれども、
東大の医学部には敏感で素晴らしい先見性のある卵がたくさん揃っていると思いますけれど、こういう学際領域で活躍したい人増えているんですね。でところがそういう人たちがじゃあどこの教室に所属すればいいのか、あるいは所属した後キャリアアップするコースがあるだろうかということが、まだ不安材料いっぱいです。ですからこの各研究室医学部がこうした若手が自由に活躍できるようなおおらかな気持ちでうちに来てみたらという、こういう余裕のある組織であり続けることが東京大学医学部にとって非常に重要なんではないかと思っています。私自身はこれからしつこくまだ LLM の時代にあっても人体構造とは何か疾患とは何かという知識をもう一度書き直してみたいと思っております。最後になりますが、コンピューター技術の様々な進展がありました。いずれ人の頭脳とコンピューター頭脳が常時どこででも何をするときにも仮想的に一体化している時代が必ず来ますと信じています。その時、情報と知識が紡いだ新しい医療が実現するんではないかということで、もうちょっと長生きしたいなと思っている次第です。これからも私たちの教室の現在准教授の先生方が率いるチームに対してご理解とご支援をお願いしたいと思います。多くの方々のこれまでの長年にわたるご向上、ご支援、ご指導に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。貴重なご講演誠にありがとうございました。このパリの病院を見学されて、でワゴンの前にイケメンが座って何もない中でしてる中で東大病院はそういうふうにならなかったという話を聞いて、足りないのはワゴンかイケメンかもうそれはちょっと時間が迫ってますので次の機会に伺いたいと思います。では次記念の盾の贈呈に入りたいと思います。東京大学医学系研究科研究課長の長久正臣先生よりお言葉と一緒に頂戴したいと思います。大江先生、退任誠におめでとうございます。大江先生とはいろいろ個人的なつながりがありますので、少しお話をさせていただきますと、先ほど大江先生お話になったように、大江先生、1978年にこの東大に入学されて以後、この時代駆け抜けられています。1978年というのはどういう年かというと、スペースインベーダーが発売された年です。でもまさにコンピューターの幕開けで、私は学年が下なので、その後、パックマンとドンキーコングが来た後に東京大学に入学して、でコンピューターの研究会があるということで、そこに見学に行きました。でそしたら、なんか奥の方にものすごい痩せて背が高くて長髪の人が秋葉で買ってきたもう基板を自分で組み立てて当たりのゲームを自分で移植していって、でこれはもう全然人が違うなというふうに思って。なんかビクトリーリーグの選手が大谷翔平に会いに行ったみたいな感じで、こういうことをもう自分はやる人がないんだなって思って、以後ゲームをやるもの、作るものではない、コンピューターもいじるものだけど、プログラミングするものではないっていうふうに私は立ち位置で、背中を見ております。で、大江先生、その後大学を卒業されて、素晴らしいさまざまな成果を上げられています。大江先生、触れなかったんですけれども、大江先生、医学博士を取られていますが、大江先生の学域は第1万号です。なんかやっぱりこの人持ってるなっていう感じがいると思います。で、1997年に非常に若くして東大教授になられました。97年がどういう年かっていうと、プレイステーションでファイナルファンタジー10が発売された年で、ここでそのロムカセットから CD ロムの近況配体が移り、2D のドット絵から 3D ポリゴンに移ったというものすごい変革があったんですけれども、大江先生はそういうところでそのゲームを作ってお金を供するんじゃなくて、医療の発展に引き続き身を捧げられています。で
本日ご紹介あった電子カルテですけれども、本当使いやすかったんですね。で、あれがいろんな理由があって市販のシステムに移った時みんなで衝撃を受けて、大江先生のシステムって本当に使いやすかったな、ユーザーフレンドリーだったなということを痛感して、あれに戻してくださいってお願いしたんですけど、決して戻ってないっていう、いろんな理由を先ほどおっしゃいましたけれども、現状は一生懸命その普通のシステムをみんな使いながら医療しています。もう一つすごいなと思ったのは、我々オンライン診療をやりたいと思って、大江先生に頼みに行きました。で、分かったって言って、オンライン診療をやらせてもらえることになって、しばらくしてから、市販のオンライン診療の電話っていうのは全部その開業をしている先生方向けのちっちゃなシステムで、大病院の電子カルテにはつながりませんというふうになりました。で、これ他のいろんな病院でも起こっていて、ほとんどの病院はそこで電子カルテと独立して別個にシステムを動かすというものすごい面倒くさいことやるか、もうそもそもオンライン診療を諦めているというそういう現状があったんですけれども、大江先生のチームは分かりましたって言って、数ヶ月でシステムを作ってくれて、今我々普通の外来でもうウェブカメラついていて、そのままそこにスピーカーフォンをつけるとオンライン診療ができるというそういう状況になっています。で、大江先生はやっぱりものすごくそのスペックが高くて、非常に高みから将来を見通す能力があるんですね。なので、10年後を見通してっていうことをおっしゃいましたけれども、普通の人たちは多分3年から5年後見通すことが精一杯なのに、大江先生はもう30年後、50年後を見ながら、我々にシルベを示してくださって、我々を見通してくださっているんだというふうに思います。今は人類は農業革命と産業革命を経て、第3期のデジタル革命というものすごい大きな変革期になる。で、産業革命の前にいた人たちが産業革命の後を見通せなかったように、今後何が起こるのか、普通の人には決して予想がつかないというふうに言われています。大江先生はおそらくそういったものが見えていて、我々を正しい方向に導いてくださっているんだというふうに確信をしています。本当に長い間ご指導いただいてありがとうございましたということを申し上げるとともに、先生のお力引き続き必要ですので、ぜひお見捨てなきよう今後ともよろしくご指導をお願い申し上げます。本当に本日はおめでとうございました。医学部附属病院長田中栄先生よりお言葉を頂戴いたします。田中先生、お願いいたします。東大病院の病院長の田中でございます。大江先生、本当に本日はおめでとうございます。田中先生のように、ゲームに、通じていないのでそういう挨拶はできないんですが、非常に、大江先生には電子カルテをはじめとして病院の医療情報でお世話になりましたし、執行部でもご一緒させていただいて、いろいろと将来ご意見を賜りましてありがとうございます。そういう中で、やはり大江先生と私の共通点というと、出身校が一緒ということになりまして、笑い取れるっていうのは、やはり関西の高校の血なのかなということで、奈良子出身というとですね、言われるんですけど、大江先生もそうなんですよって言うと、そうなんですか。大変私も助かりました。大江先生、途中でおっしゃっていた標準化をライフワークにするということで、まさに今後、標準化っていうのがキーになってくるんだろうなというふうな思いで聞いていたんですが、かつて人類が一つのことを喋ってたんだけれど、バベルの音が壊れた時にいろんな言語に散ってしまったのをもう一回一つの言語に統一して、医療情報というものを束ねようというそういう取り組みなのかなというふうに思いました。今後ぜひまだまだ大江先生の力が必要ですので、我々そして日本の世界をいい気がしていただければというふうに願っております。大江先生、また今後ともよろしくお願いいたします。
学系研究科社会学専攻専攻長の東拓弘先生、お願いいたします。大江先生、本日は第2等おめでとうございます。すみません、南学先生と田中先生の後の私がお挨拶してもいいのかなっていうのがちょっと緊張しておりますけれども、私は、社会の専攻でほぼ持ち回りで専攻長を今やっているという、それだけのことではあるんですけれども、この、2年間専攻長をやらせていただいた中で、大江先生に多大なご指導をいただきまして、こうやったらうまくいくよとか、ホームページの運営とかもいろいろご指導いただきました。私はまだ来てから3年4年しか3年間しか経ってないものですから、大学における大江先生の、お仕事というのは、今回が、新しいことが多かったということなんですが、前職で国立がん研究センターのがん登録のシステムの構築というのをずっとやっておりまして、がん登録のシステムというのは、本当にほんの100項目にも満たないちっちゃなシステムで、全国でやっていたわけなんですけれども、その時に少し大江先生からご連絡をいただいて、がん登録のシステムってなんかちょっと変わったものをそのまま独立していきますよねって言われて、ああそうなんですかみたいなことを申し上げたことがあるんですが、しっかり今のプロジェクトでそのまま、がん登録も全体の中に位置づけていただいて、それを連携できるようにされているというのを伺って、ここにつながるのかというのがすみません、今日初めて分かったということで、自分の見識の狭さを改めて感じた次第です。ただ本当に畳の上のはじめとマイコンの時代からこの全国の標準化まで壮大なところを大江先生が作ってこられたというのを本当に改めて尊敬申し上げますし、今日は最終講義というお話ですけれども、ちょっとも最終な感じがしなくて、これからなんだなっていう、そういったことを感じた次第です。我々方針もまだまだついてきますので、どうぞこれからもご指導のほどよろしくお願いいたします。研究科誘導学分野教室一同大学院生一同より金沢の要請があります。参加いただきまして誠にありがとうございました。本日の最終講義を無事終了いたします。ご参加いただきました皆様には大変感謝申し上げます。改めて大江先生に拍手をお願いします。
どうもありがとうございました。